こんにちは、エマノンです。このチャンネルではアイデアで暮らしを楽しくをテーマに DIY やものづくりについて発信しています。今回はタンクレス風トイレに挑戦します。材料は主に突っ張り棒を使って作ってみたいと思います。新緑の季節ということで緑の壁紙を使ってみることにしました。国産壁紙の特徴として両サイドに耳と呼ばれる印刷されていない余白があるそうです。まずはこの耳をカットしてから使います。ちなみに輸入壁紙は最初から両端がまっすぐカットされた状態なんだとか。輸入と国産、用途に応じて使い分けができそうです。新しい発見でした。壁の寸法より10センチほど余分にカットするので、ハサミで粗く切っていきます。貼り付け予定の壁の真ん中に収納棚があるため、壁紙を4枚に分けました。まずはマスキングテープを貼っていきます。その上に両面テープを重ねていきます。個人的には壁紙用のマスキングと両面テープがおすすめ。粘着力の弱いものだと大きな壁紙の重量に耐えきれないためです。ここから壁紙を取り付けていきます。実際やってみて感じたのは、すべてを接着しない分、中の空気を出すことが少し難しいということでした。余った箇所は定規を壁に沿わせながらカットします。壁紙が少し余ったので、右の側面にも貼り付けることにしました。後々隠れる部分は壁紙を貼っていません。タンクレストイレの土台には100均のカラーボードを使います。ガムテープで固定するのは壁紙を貼らない裏面。土台は3つのパーツに分けて作りました。一度組み立てをしてイメージを明確にします。この壁紙はシールタイプのため直接貼り付けていきます。ちなみにカラーボードは様々な色が売られていますが、色は黒か白をおすすめします。というのも、最初はカラフルなボードで土台を作っていました。壁紙を貼るのだから土台の色は何でもいいだろうと思っていたのですが、壁紙の上から土台の色が透けて見えてしまい、あっけなく失敗。最初からやり直す羽目に。畜生。ということで、黒のカラーボードで仕切り直し。100均のアイテムを使えば失敗しても金銭的に大きな負担にならないので、つくづく100均のありがたさを痛感しました。天板だけ雰囲気を変えて木目調に。今回レバーは引っ張り式にチャレンジすることにしました。
使わなくなったネックレスやチェーンなどを使ってレバーを引っ張ります。穴を開ける位置はレバーより高めに設定。穴の周りを装飾するためにリングを使います。目印をつけたらそれよりわずかに小さく穴を開けていきます。接着剤で固定したらひとまず出来上がり。土台をもとに突っ張り棒の位置を決めていきます。横向きの突っ張り棒の下に床から縦向きに突っ張り棒を設置して安定させます。突っ張り棒が使えないところは家にある余り物で作った土台を設置しました。こんな感じでフレームが完成しました。土台を設置していきます。チェーンを穴に入れてレバーとつなぎます。チェーンはマスキングテープでしっかり留めれば OK。最後に照明を変えていきます。ご覧の通り、現状では電球しか取り付けられません。しかも奥にくぼんでいる作り。ここに何とかしてペンダントライトをつけたいと思います。まずは延長ソケットでくぼみを隠し、セパラボディで電球ソケットをコンセントに変換。コンセントにシーリングアダプタをつなげば完成。これで電球ソケットを引っ掛けシーリングに変換することができます。全部買っても1000円ちょっと。トイレの天井が低かったので、ペンダントライトの長さは30センチのものを購入しました。これで役者は揃いました。つなぎ合わせるとこんな感じ。実際に取り付けてみました。軽いライトであればこの方法で問題なく変換できそうです。最後に小物を配置していきます。せっかくなので収納棚にもリメイクシートを貼ることにしました。印象をガラッと変えることができました。面白いと思ったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。